今ちょっと雲に隠れちゃってますが、今日は月がめちゃくちゃ明るいですね。そして表面の模様がくっきり見えますね。夕飯前の夜散歩に出てきております。めちゃくちゃ暖かいんですよね。今8度9度近くあって、すごく暖かくなりましたね。もう昼なんかは今日は13度とかあって、すごい暖かくて上着いらないくらいでしたね。で、夜もねこう10度近くまでここ 2,3 日は暖かくて、なんかすごいいい気候ですね。エアコンもかけずに寝れるし、朝起きた時もね寒くないんですよね。なので結構体に優しい気候になってきた気がしますね。今もこのちょっとした散歩なら上着いらない程度だし、そして今日は午後ずっと昼寝してて、かれこれ5時くらいまで4時間ぐらい寝てたんですよね。なので昼寝から覚めてコーヒー飲んでダラダラしてたら、気づいたら暗くなってたっていう感じですね。まあでもたまにこういう日もいいだろうという感じですけれども、とりあえず帰って夜ご飯食べます。今日はこちら無印良品のグリーンカレー、これを食べてみたいと思います。この前帰省した時に家族とアジア料理を食べに行って、その時にねグリーンカレー食べてすごい美味しいなと思って、でグリーンカレー食べたいなと思って帰りに無印で買ってきたものなんですけれども、今ちょうどなんか食べたいなという気分なのでいただきます。結構激辛なのかな、これ唐辛子マークが5つついてますけれども、もう温める前から結構パクチーの香りがすごいですね。で、500ワット2分。まんまあそこで食べた味ですね。やっぱ無印良品ってこの手のああいうレトルト食品みたいなの結構再現度高いんですよね。すごいクオリティが高い。グリーンカレーめちゃくちゃ美味しいです。さて、あの後少し作業して、この前買ってきたドイツのめちゃくちゃ甘いワインが残ってるんで、これ飲みます。やっぱでも甘いワインが気分の時にはもってこいっていう感じですね。最近おつまみはこんな感じです。チーズとサラミ。結構もうなんか最近袋に入ったかさばるタイプのお菓子みたいなのを買ってくるのが結構、持って帰ってくるのもめんどくさいし、すぐ消費量もすごいっていうことで、でもこういうのであればいっぱい買ってきて冷蔵庫にストックできてるっていうので、最近はこの手のおつまみで、これいいですよ。ビールもウイスキーもワインもこれでいけるっていうね。あとクラッカーみたいなのもあるんですけど、それはウイスキーになったら出してこようと思います。ちなみにですね、カメラの設定を少し変えてみました。これ今 iPhone で撮ってるんですけれども、iPhone の露出、純正カメラアプリで露出を調整できるじゃないですか。あれを少し、上げてみました。いつもこういう特に夜室内で撮った映像が編集してて思ったのが、結構暗いなと思ってて、台所ですね。ここは窓がないんで日中でも光が自然光が入ってこないんで暗いんですけれども、やっぱり明るいですね、こっちの方が。iPhone のそのままの露出ゼロの明るさだとちょっと明るすぎてあまり好みじゃないんですよね。なので露出を下げて撮ってて、最近はずっと、マイナス1で撮ってたんですよね、露出を。それがね、日中の、外とかであれば結構引き締まった映像で、なんか少しコントラスト高くなったみたいな絵になって気に入ってるんですけれども、こういう主に夜間ですよね。夜間の撮影した映像がすごい暗いなと思ってたんですが、これ今露出を 0.3 にしてみてますね。さすがにこれ露出ゼロにするとちょっと明るすぎたんで 0.3 にしてますが、結構これで明るいですね。室内とかも結構これでいいですね。もっと明るく撮りたければ露出ゼロにしちゃってもいいんですけれども、あんまり明るすぎるの好きじゃないんで、もうめんどくさくて全部同じ露出の値で撮ってたんですけれども、ちゃんとここは昼と夜とか、屋外屋内とかで設定を変えた方がいいかもしれないですね。ウイスキー持ってきました。ワインはこれ結局全部飲みましたね。で、そう、これが美味しいんですよね。チーズクラッカー。その名の通り、チーズ味のクラッカーみたいな感じなんですけど、チーズが入ってるわけではないんですけど、チーズ味のクラッカーって感じで、これもおつまみになります。これとこのサラミね、これ合わせて食べると最高にうまいです。さて、寝る前にホットレモネードです。やっぱ寝る前にあったかいもの飲むとめちゃくちゃ整うんですよね。
とんでもない暴風ですね。部屋がバキバキ言ってます。うわ、でもめっちゃ晴れてるな。朝ごはんです。昨日安くなってたんで買ってきたこのサバの味噌煮。これだけの大きさって140円でしたね。めちゃくちゃうまいですね。少数派かもしれないですけれども、給食で一番好きなメニュー、サバの味噌煮だったんですよね。やっぱりやっぱり結構風強いですね。でもめちゃめちゃ外にいるのがきついっていうレベルではないですけれども、すごいな。揺れ方を電柱電線の揺れ方を見るとお分かりいただけると思うんですけど、さあ朝のコーヒーです。ナスのパン屋で買ってきたパウンドケーキ、これモカ味らしいですね。これがもう美味しくて、すでに半分昨日食べたんですけど、チョコが入ってて美味しいんですよね。これチョコチップとかじゃなくて、なんか柔らかいタイプのチョコレートが入ってるんですごい美味しいです。結構このちゃんとモカ味というかコーヒー味みたいな感じかと思ったんですけど、まあ確かにコーヒーの味はするんですけれども、少し牛乳が入ったようなコーヒー牛乳みたいな味なんですよね。この前那須に行ってきた時に買ってきたお香立て、これね、結構このお香の灰が溜まる場所が大きいんで、もうこの灰捨てる頻度が前使ってたこのお香立ての倍以上長く、ていうか多分ね、これ初めて灰捨てるんじゃないかなと思いますね。だからもう半月くらい灰を捨てずに置いとけるんで、ちょっとね溢れてこぼれてるんで、もう少し手前で捨てた方がいいと思いますけれども、やっぱいいですね。大きいやつ買ってよかった。ザザッと今日はこのカーテン洗おうかなと思います。実はですね、このレースカーテンとこっちのカーテンこの前洗ったんですよね。1年ぐらいカーテン洗ってなくて、なんか気づいたら結構なんか汚れてる感じというか、こう触ったらこう手がなんて言うんだろうな、感覚がおかしくなるみたいな、ボディーソープで髪の毛洗った時みたいな、そういう感覚になるような感じがあって、洗ってみたらね、めちゃくちゃ綺麗になりましたね。サラサラになりました。レースカーテンもちょっと色が洗ったら明るくなった気がする。やっぱうちお香を焚いてるんでね、これのせいも結構あるのかもしれませんけれどもね。これまだ、これなんか乾きにくそうでいつ洗おうかなと思ってたんですけれども、今日乾きそうなんで、洗おうかな。いいですね。結構綺麗になりました。ということで、こんな感じで。あと出かけるんで、
あとは一日こうやってカーテン閉めといて、乾かそうと思います。ほら、結構この時間、特に冬、日差し強いんですよね。この遮光カーテンでも、うっすら光が入ってくるぐらい、日の光が入ってくるんですよね。そういえばね、この姿見、ずっとベッドのそばに置いてたのをこのウォークインクローゼットの中に移してきました。これでね、着替えた時とかに自分の姿を確認できるんで、ここに置いた方がいいですね。毎回ここでチェックしてから外に行くというね。そろそろ髪切りたいですね。さあ、今から駅前まで歩って散歩兼買い物に行こうと思うんですけれどもね。歩きながら雑談しながら歩こうかなと思ったんですけれども、この風じゃちょっと音声入んなそうなので、それはやめときます。っていうかね、この前の、これの1本前の Vlog で見られた方は気づかれたと思うんですけど、全体的に音が悪かったんですよね、あの動画。なんでだろうなと思って。その代わり、B ロール的な動画を久々に撮ろうかなと思ってて、駅前まで歩いてる間に。ということで、行ってきます。久々にヨドバシでも行こうかな。最近行ってないんで。あれだな、サングラス買った時以来かもしれないですね。まさかの東北本線運休だそうです。強風で。やば。大変ですね。その他にもなんか電車の本数減ったりしてるみたいです。ちょっとこれは結構なことになってますね。うわ、大変だなこれ。大変なことになってるぞ。ノースフェイスグランドオープンって書いてますね。4月19日改装してんのかな。ちょっとオープンしたら来てみよう。よし、買い物完了。帰りはこの伊達バイクで帰ろうと思います。これカゴあるのめちゃくちゃ楽だわ。私マウンテンバイクなんで前とかにね、こう一切前にも後ろにもカゴがないんですよね。なのでこれ荷物入れられるっていうのはね、ママチャリとかに乗ってる方だったら当たり前のことだと思いますけれども、私はすっごい便利に感じる。これめっちゃ楽じゃん。これちょっとやばい。充電残量が 15% しかないですね。でも一応8キロは走れるみたい。どうしよう、サングラスのプレートが飛んでいっちゃいましたね。これにいけるかな。どこにある。もう今すごいトップ。あ、やばい、自転車倒れた。やばいな。立ってるのもしんどいぐらいの強風で、やばい、ちょっと青になるまで踏まれないでくれ。立ってるのも辛いぐらいの強風が吹いて飛んでいっちゃいました。
いややばい、結構フレームの部分には結構傷がいっちゃいましたが、レンズはどうだろう。あ、無事かな。レンズはよかったよかった。これやばすぎる。ちょっとこういう時はさすがにこの磁力ではダメだったみたい。やばい。これはもう完全異常気象でしょ。立ってるのもちょっとこれ冗談抜きで自転車乗ったら倒されそうですね。マジか。とんでもないことになってる。このレベルは電車運休になっちゃうのも仕方ないレベルですね。てかよく考えたらフリップしてないですね。ちゃんとつけてました。これ自転車乗ってたんで、サングラスつけてたんですけれども、それでも飛んでいきましたね。だから強風の時はこのプレートつけてること自体がちょっと危険かもしれないです。いやでもレンズが無事でよかったですが、とりあえず頑張って帰ろう。やばい、残り2キロですね。で、4%。嘘、まだ3キロぐらいしか走ってないんですけれども、この残り残量はあんまり当てにしない方がいいかも。てか充電残量見てから借りろよって話ですけど、なんとか0%になってからもう耐えて、少しパワーは弱くなったもののアシストは効いてましたね。ということで、そこの無印良品の家の、ポートに返却しようと思います。いや、だいぶハードなサイクリングでしたね。やっぱり天気が悪い時は外に出るもんじゃないですね。ただね、買い物はできたんでよかったです。やっぱこのカゴついてるのが便利だな。これだとね、大量に買っても全然重さ感じず、かつ電動アシスト使えばね、めちゃくちゃ楽にここまで運んでこれるんでいいんじゃないかと思います。ハードなサイクリングでした。で、正常。はい、返却。よし、鶏肉調達できました。100g68 円の激安鶏肉。今回は2パック買ってきましたね。いつも1パックなんですけれども、なるべく買いに行く頻度を減らしたいっていうのでね、冷凍したら結構日持ちするんで、これはもう1キロで、これ 845g なので、2キロ近いく買ってきたんですが、これでも1400円とか1500円弱ぐらい。コスパ最高すぎます、このロピアの、鶏胸肉。これ絶対うまいやつの黒マー油豚骨味買ってきてみました。これ絶対美味しいでしょうと思って楽しみすぎます。こんな感じです。もう匂いがもうめっちゃ臭いんですけれどもね、食べたら美味しいだろうなってタイプの臭さですね。ニンニクもトッピングしちゃって、これは誰かに会う前は食べれませんね。いや、これは美味しいですね。家でこの味出せるのかっていうぐらい美味しい。ちょっとこれは追加で買ってきたくなります。そのぐらい美味しいですね。黒マー油が入ったことによって普通の豚骨ラーメンじゃなくて結構パンチが追加された感じがしてめちゃくちゃ美味しい。そしてポテトを揚げると、この組み合わせが最近最高すぎます。風はまだ収まらないですね。気温が7度ぐらいあって、そんなにね寒くはないんですが、やっぱり風が強すぎてね、少なからず隙間から入ってくるし、さっきの自転車でかなり冷えたのでエアコンつけて
や寒いのちょっと寒いかもしれないですね。こうなるとね、地元の方がまだあったかくはないですけど、こう寒さの種類が違うっていうのはありますよね。地元にいた時にもめちゃくちゃ雪降って氷点下でっていう感じでも、まあ寒いっちゃ寒いですけれども、それよりもこっちの気温がそこそこ高くてもとんでもない風が吹いてる方が寒く感じますね。さて、ウイスキーとお供はチーズ。これなんかスモーク味チーズみたいな感じのやつですごい美味しいです。久々に朝風呂入って散歩に出てきました。めちゃくちゃ外の空気が美味しいですね。めっちゃすっきりします。これが美味しいんですよね。洋酒香る大人のフルーツ、ロッテの。これ前にね、一回違う味を食べたことあると気がしたんですけれども、これなんかティラミス味で、なんか中にチーズみたいなのが入ってて、お酒が入ってるんですよね。アルコール分 1.5% っていうことで。なので結構ね、アルコールの感じがお菓子にしては来るっていう感じですね。なので、何も予定ない時しか食べれないんですが、これすごい好きなんですよね。ちょっと他にも、このシリーズでなんかいろいろあったんで、今度買ってこようと思います。なかなか食べれる時が限られるんで、消費できないですけれども。さて、お掃除タイム。ちょっと昨日食べたこの黒マ湯豚骨ラーメン、ちょっと美味しすぎたので今日も作っちゃいました。これはちょっとハマるかもしれないですね。もう次買い物行ったら絶対買ってこないと。こんな感じでご飯スープに浸して食べるとめちゃくちゃ美味しいです。あの後いろいろ作業したりしてて、今3時ぐらいですね。外に出てきたんですけれども、今日なんかめっちゃ気温はそんな寒くないんですけど、めちゃくちゃ冷えるの、体が。手がめちゃくちゃ冷たい。散歩がてら買い物してきました。卵が高すぎてビビりましたね。300円もしましたよ。そういえばあそこのマンションちょっと見ない間に足場がなくなって外観があらわになってますね。もう中ができてるのかはわからないですが、形には結構なってます。あそこのマンションのチラシがめちゃくちゃ来るんですよね。買いませんかって。多分ああいう賃貸アパートにはどんどん片っ端からチラシを入れてるんだと思うんですけれども、間取り図付きのチラシが入ってくるんでね、どういう間取りしてるかわかるんですよね。安定の航空杯、もう最近めちゃくちゃハマってますね。おつまみはこのなんだっけ、とんがりコーンが
100円で売ってたので、これをつまみに。しかし、日が伸びましたね。今、もう6時ぐらいなんですけど、まだ明るい。もうこの前まで5時くらいになったら暗かった気がするんですけれども、もう完全春に近づいてる感がありますね。夜ご飯は唐揚げ。唐揚げ丼、うまそう。これ、ウイスキーのお供にはもうこれ結構ハマってますね。スパイシーピーナッツ。これロピアで、仙台駅のロピアに売ってるんですけれども、なんとこれピーナッツが 250g も入ってね、300円という破格のコスパ。これでね、まあ1回にそんなに量消費するもんじゃないんで、この器に入れて1回にちょっとしか食べないんで、1ヶ月ぐらいこれでおつまみ持つんですよね。そう考えるともう1回あたり数十円で食べれる最強コスパおつまみということで、これね、唐辛子とか胡椒とかが入ってるんですよね。こうやって結構ゴロゴロ入ってるんですけれども、これね、上のピーナッツ食べてる時はなかなか出てこないんですよね。全部下に沈んじゃってるんで出てこないんですが、これがまたね、このピーナッツを食べ終わってからも活用できて、これ結構下にごっそりこの唐辛子とかが残っちゃうんですけれども、それをこうパスタとか麻婆豆腐とかに入れて食べるのが好きなんですよね。結構ゴロゴロ入ってるんですよ。なかなかこう市販の唐辛子とかって、唐辛子が胡椒とかがね、こう結構パウダーじゃなくてちゃんと固体の状態というか、こうなんていうの、胡椒でいうと、ブラックペッパーでいうと豆の状態、豆っていうかあれね、つぶつぶの状態で入ってるっていう感じで、かなりね、おつまみとして楽しんだ後に調味料代わりになるというね。久々に家族と喋ろうかな。あの鳥はいるでしょうか。ちょっと休日の夜だから重いかもしれないけど、でもいますね。いた。どうもこんにちは。呼ぼうと思ったの？おー、ちょうどよかったね。サラミとクラッカー食べてる。ウイスキーと一緒に。結局楽しくなっちゃって、今11時半まで喋っちゃいましたね。かれこれ3時間ぐらい喋ってました。ペットカメラで3時間喋るという。切りよく12時までかな、飲みます。これもね、今この前買ってきたこの 1.6 リッターのウイスキーがもうなくなっちゃいます。最近ね、1.8 リッターでしたね。最近このトリス飲んでみてみます。サントリーの前までブラックニッカだったんですけれども、トリスも最近美味しいなと思ってて、そう、こっちの方がね、少し安かったんで、どうなのかなと思ってちょっと試してみたら意外に美味しくて、最近はこれトリス飲んでますね。でもどうだろう、正直ブラックニッカの方が好みかもしれないですけど、でも全然トリス美味しいですね。締めのうどんです。